1997年11月、日本のある地方都市で、一人の女性の人生が音を立てて崩れ落ちた。2026年の今、その事件を振り返るとき、まず、ある光景が頭に浮かぶ。薄暗い法廷の中に、差し込む午後の光。傍聴席から押し殺したおえつが聞こえる。そして、長い沈黙の後、裁判長の声が静かに響いた。無罪。その一言を聞いた瞬間、彼女の膝から力が抜けた。隣に座っていた弁護士が、そっと肩を支えた。涙は出なかった。ただ、全身の力が、20年分の重さとともに、床に落ちていくような感覚だったという。法廷の外では、支援者たちが待っていた。扉が開いた瞬間、誰かが叫んだ。駆け寄る人の波。震える手と手が重なり、抱き合いながら泣き崩れる人たち。彼女だけが、どこか遠くを見ていた。20年、それは、ただの数字ではない。青春だった。子育てだった。親の死に目にも会えなかった時間だった。奪われたのは、自由だけではない。彼女が、普通の人間として生きられたはずの日々、その全てが、消えていた。そして彼女が釈放されてから、さらに5年が過ぎた頃、信じられない知らせが届いた。当時の担当検察官が、死の床で口を開いたのだ。現場の防犯カメラ映像に、あなたは映っていなかった。私はそれを見ていた。20年間、証拠は存在していた。隠されたまま。ずっと、その告白は、もはや法的に覆すことのできない瞬間に、静かに届いた。なぜ、これほどの悲劇が起きたのか。彼女は、どんな人間だったのか。すべては、ある平凡な日常から始まっていた。1997年、東京の外れにある、小さな住宅街。そこに、田中久美という一人の女性が暮らしていた。年齢は32歳。背が低く、どちらかといえば地味な見た目だったが、笑うと目が細くなる、温かみのある顔をしていた。朝は必ず6時に起きた。夫のために味噌汁を作り、小学3年生の息子に弁当を持たせ、自分はエプロンを外して近所のスーパーへと向かう。そんな毎日を、彼女は繰り返していた。久美がそのスーパーでパートを始めたのは、息子が幼稚園に入った年のことだった。最初は家計の足しにと思っていたが、気づけば5年が経っていた。職場の同僚たちからは、明るくて気が利くと慕われていた。店長からも信頼され、レジのシフトリーダーを任されるほどだった。特別な才能があったわけではない。ただ、誰かのために動くことを、彼女は苦にしなかった。夫の生息は、地元の建設会社に勤める実直な男だった。口数は少なかったが、久美の料理を必ず、うまい、と言って食べた。週末には家族3人で近くの公園へ行き、息子の翔太が虫を捕まえるのを、2人並んで眺めていた。贅沢とは程遠い暮らしだった。しかし、それで十分だと久美は思っていた。夢があるとすれば、それは大きなものではなかった。翔太が高校を卒業するまで、健康でいること、夫と一緒に、年に一度は旅行に行くこと、そして、いつかパートを辞めて、自分の小さな惣菜屋を開くこと、ささやかだが、確かな未来を思い描いていた。1997年の秋は、穏やかだった。街路樹が色づき始め、夕暮れが少しずつ早くなっていた。久美にとって、その秋も変わらない日常のはずだった。しかし、翌月、その平凡な日常は、突然断ち切られることになる。彼女の人生が、音もなく崩れ落ちていく瞬間が、すぐそこまで迫っていた。1997年10月、東京、荒川区の住宅街に、一件の強盗殺人事件が発生した。被害者は、地元で小さな金物屋を営む60代の男性だった。店の裏手にある自宅で、鈍器のようなもので頭部を殴られ、死亡しているのが発見された。現金およそ80万円が消えていた。近隣住民が異変に気づいたのは、翌朝のことだった。いつもなら早朝に店のシャッターを開ける店主が、その日は姿を見せなかった。心配した隣人が裏口から声をかけたところ、玄関の鍵が開いたままになっていた。警察が駆けつけると、室内は荒らされた痕跡があり、被害者はすでに息絶えていた。死亡推定時刻は、前夜の午後9時から11時の間とされた。
捜査はすぐに久美へと向かった。理由はいくつかあった。まず、久美はその金物屋でかつてアルバイトをしていた。店の間取りを知っていた。金庫の場所も知っていた可能性があった。さらに、近所の住人が証言した事件当夜、あの辺りで若い女性を見た。と、その人物の特徴が久美に似ていると捜査員は判断した。加えて、久美には確固たるアリバイがなかった。事件当夜、彼女は一人で自宅にいたと主張した。しかし、それを裏付ける人物がいなかった。状況証拠だけが静かに積み重なっていった。久美自身は何も知らなかった。事件が起きたことすら、翌日の朝、近所の騒ぎで初めて知った。まさか自分が疑われているとは思いもしなかった。しかし、捜査員の目には、すでに久美の姿が映っていた。任意同行を求められたのは、事件から3日後のことだった。最初は、参考までに話を聞かせてほしい、という穏やかな言葉だった。だが、取り調べ室の空気は違った。問いかけは、次第に圧力へと変わっていった。なぜそこにいたのか、なぜ知っていたのか、久美が否定するたびに、言葉は重くなった。彼女はただ、繰り返した。私はやっていない。と。しかし、その言葉は、誰にも届かなかった。間もなく、久美は逮捕される。23歳の秋だった。彼女が次に外の空気を吸うのは、20年後のことになる。逮捕から3日後、久美は、薄暗い取り調べ室に再び連れてこられた。テーブルの向こうには、2人の刑事と、1人の検察官が座っていた。その男の名は、後に久美の運命を決める人物となる。検察官の名は、田中といった、40代半ば、落ち着いた声と、鋭い目をした男だった。証拠はすでに揃っている。と、田中は静かに言った。あとは、あなたが認めるかどうかだ。と、久美は首を振った。私はやっていません。と、震える声で繰り返した。しかし、田中の表情は変わらなかった。取り調べは、連日続いた。朝から夜まで、同じ質問が、形を変えて繰り返された。なぜ現場の近くにいたのか。なぜ被害者を知っていたのか。なぜ、あの夜だけ、アリバイがないのか。久美には、答えられなかった。なぜなら、真実を話しても、誰も信じなかったからだ。彼女はその夜、一人でいた。誰にも会っていなかった。ただ、それだけだった。しかし、一人でいた。という事実は、証明できなかった。やがて、起訴状が作成された。罪名は、強盗殺人。求刑は、無期懲役だった。裁判が始まったのは、逮捕から約8ヶ月後のことだった。法廷に立つ久美は、24歳になっていた。検察側が提出した証拠は、3つだった。1つ目は、現場近くで久美を見たという目撃証言。2つ目は、被害者との金銭トラブルを示すとされる、断片的な通話記録。そして3つ目は、現場に残されていたとされる、久美の指紋に、類似する、痕跡だった。類似する。その曖昧な言葉が、法廷で繰り返された。弁護側は、異議を唱えた。指紋は一致ではない。類似に過ぎない。と、目撃証言には、時刻の矛盾がある。と、しかし、裁判官は、検察の主張を支持した。判決は、懲役20年。久美は、その言葉を、遠くから聞いているような感覚で受け取った。泣くことも、叫ぶこともできなかった。ただ、立ち尽くしていた。誰も知らなかった。その法廷の証拠リストに、本来あるべきものが、含まれていないことを、現場に設置されていた防犯カメラ、その映像は、確かに存在していた。そして、田中検察官は、それをすでに確認していた。冷たい手錠が、久美の手首にかけられた。20年という時間が、その瞬間から始まろうとしていた。重い扉が、閉まった。金属の音が、冷たく響いた。久美の人生は、その瞬間から、塀の中に閉じ込められた。20年。その数字が、どれほど長いものか。入所した時、久美は32歳だった。出所する時、彼女は52歳になっていた。青春も、自由も、すべてが、その壁の中に消えていった。最初の1年は、ただ泣いた。声も出なかった。涙だけが、静かに流れた。自分がなぜここにいるのか。
自分が何をしたというのか、何度も、何度も、問い続けた。しかし、答えは返ってこなかった。棒の中はいつも薄暗かった。朝5時に起こされ、決まった時間に食事をとり、決まった時間に眠る。感情を持つことすら、許されないような日々だった。仮眠の中でも、夢に裁判が出てきた。判決文の言葉が、耳の奥で繰り返された。死刑。違う。それは免れた。しかし、無期懲役という言葉も、ほとんど変わらなかった。2年目に入った頃、久美はある変化に気づいた。泣けなくなっていた。悲しみが、感情が、どこかへ消えてしまっていた。それは、絶望の深さを意味していた。心が、壊れないために、感じることをやめていたのかもしれない。面会に来る人間は、ほとんどいなかった。母親だけが、年に一度、面会室に現れた。ガラス越しに見る母の顔は、年を重ねるたびに小さくなっていった。ある日、母が言った。あなたを信じている。それだけは、変わらない。その言葉が、久美が生きた理由だった。それだけで、また1年を耐えた。また1年を、やり過ごした。10年が過ぎた頃、久美は刑務所の図書室で本を読み始めた。法律の本だった。自分の事件を、もう一度、自分で調べたかった。何かが、おかしいという感覚が、消えなかったからだ。現場には、防犯カメラがあったはずだ。あの映像は、どこへ行ったのか。なぜ、証拠として提出されなかったのか。疑問は膨らみ続けた。しかし、答えを導く術は何もなかった。15年目に母が亡くなった。面会室に誰も来なくなった。世界とのつながりが完全に断たれた気がした。それでも、久美は諦めなかった。母の最後の言葉が胸の中で生き続けていたから。20年という時間は人を壊す。しかし、久美を完全には壊せなかった。その小さな炎を、外の世界で、密かに守り続けていた人たちがいた。外の世界では、久美のことを忘れなかった人たちがいた。母が面会に来なくなった頃、一人の弁護士が、古いファイルを開いていた。名前は、田中誠一。国選弁護士として久美の裁判に関わった、あの男だった。判決が出た日から、彼は自分を責め続けていた。私は、何かを見落としたのではないか。その問いが、20年近く、頭を離れなかった。田中は定年退職後も、当時の裁判記録を手放さなかった。段ボール箱の中に、古い書類が積み上げられていた。証言調書、鑑定書、現場写真、何度読み返しても、どこかに違和感があった。目撃証言の時刻が、微妙にずれている。小さな矛盾。しかし、確かなほころびだった。田中は一人ではなかった。2025年、ある市民団体が久美の事件に注目し始めた。冤罪被害者支援ネットワーク。全国各地の冤罪事件を調査する小さな組織だった。代表の女性、森川律子は、かつて自分の兄が冤罪で服役した過去を持っていた。だからこそ、久美の話は他人事ではなかった。この事件には、語られていないものがある。森川はそう確信していた。団体のメンバーが、当時の新聞記事を一枚一枚掘り起こした。近隣住民への聞き込みも、静かに続けられた。誰も、表立って動けるわけではなかった。証拠はなく、法的手段も限られていた。それでも、やめなかった。久美が出所したのは、2017年の春だった。20年ぶりに吸った外の空気は、冷たく、それでいて眩しかった。しかし、社会は彼女を温かく迎えなかった。元受刑者という烙印は、簡単には消えなかった。仕事も、住む場所も、一から作り直さなければならなかった。それでも、田中と森川は久美のそばにいた。3人は週に一度、小さな喫茶店で顔を合わせた。まだ、諦めていません。田中は毎回、同じ言葉を繰り返した。久美はその言葉を、静かに受け取った。信じることが怖かった。また裏切られることが、怖かった。それでも、3人の間に、小さな信頼が芽生えていた。そしてその頃、誰も予想しなかったことが起きようとしていた。当時の担当検事が、病床に伏せっているという情報が、田中の元に届いた。田中が動いた。すぐに、病院の名前と病室を調べた。
時間がなかった。担当検事、東堂隆一、当時、この事件を起訴した人物だ。72歳、末期がん、余命、数週間と言われていた。田中は翌朝、病院へ向かった。久美には、まだ何も告げなかった。希望を持たせて、また傷つけることが、怖かったからだ。病室の扉は、半分開いていた。東堂は、酸素マスクをつけたまま天井を見ていた。田中が名乗ると、東堂の目が細くなった。来ると思っていた。その一言で、田中は直感した。この男は、何かを知っている。東堂はゆっくりと口を開いた。あの事件の現場に、防犯カメラがあった。田中は、息を止めた。映像を、私は見た。東堂の声は、かすれていた。しかし、はっきりと聞こえた。彼女は、映っていなかった。部屋の空気が、止まった気がした。現場の時刻帯、すべての映像に、彼女の姿はなかった。田中は、手帳を取り出した。手が、震えていた。その映像は、今どこに。東堂は、目を閉じた。消した。私が、処分した。沈黙が、長く続いた。なぜとは聞けなかった。東堂は続けた。上からの圧力だった。早期解決を求められていた。彼女は、都合が良かった。田中は、唇を噛んだ。怒りが、こみ上げた。しかし、今は感情を抑えなければならなかった。他に、証拠はありますか？東堂は、しばらく黙っていた。そして、枕元の引き出しを指さした。封筒が、ある。田中が開けると、中には古い書類が入っていた。手書きのメモ、当時の捜査ノート、そして、一枚の写真、防犯カメラの静止画だった。タイムスタンプが、刻まれていた。事件当夜、午後11時17分、久美がいるはずの場所に、久美はいなかった。これを、持っていけ。東堂の声は、消えそうだった。遅すぎた。わかっている。それでも、田中は、封筒を胸に抱えた。20年という時間が、頭の中を駆け抜けた。久美の顔が、浮かんだ。あの静かな目が、浮かんだ。真実は、ここにあった。ずっと、ここにあったのだ。しかし、この証拠を、今から法廷で使えるのか。田中は病院を出ながら、一つの現実に直面していた。控訴事項は、すでに満了していた。田中は、封筒を握りしめたまま、夜の街を歩いた。東堂の告白が、耳の奥で繰り返されていた。映像に、彼女はいなかった。その言葉が、頭から離れなかった。しかし、現実は残酷だった。控訴事項は、すでに満了している。今更法的に誰かを裁くことは、できない。田中は弁護士に連絡を取った。翌朝、事務所で封筒の中身が開かれた。弁護士の顔が、青ざめた。これは、本物だ。東堂が手書きで記した供述書。そして、20年前に廃棄されたはずの証拠リスト。監視カメラの映像記録が、確かに存在していた。しかし弁護士は、静かに首を振った。再審請求は、できます。ただ、彼は言葉を選んだ。有罪判決を覆すことと、誰かを罰することは、別の話です。田中は、その言葉の重さをかみしめた。久美は、20年を返してもらうことはできない。東堂は、もうこの世にいない。それでも、久美の名誉を、取り戻せるかもしれない。弁護士は即座に動いた。再審請求書が、裁判所に提出された。新聞が、この話を取り上げた。元検察官の私有化告白、冤罪の可能性。見出しが、社会を揺らした。裁判所の審理が、始まった。検察側は、抵抗した。時効が満了している以上、実益はない。しかし弁護側は、譲らなかった。問題は刑事責任ではない。名誉の回復だ。法廷の空気が、張り詰めた。そして、審理の中で、一つの事実が浮かび上がった。当時の捜査記録に、別の人物の名前があった。久美と同じ夜、同じ場所に現れた男。事件後、行方不明になっていた男の名前が、弁護士の手が、震えた。これは、真犯人の輪郭が、ゆっくりと形をなし始めた。久美は、その知らせを小さなアパートで聞いた。窓の外に、春の光があった。彼女は、何も言わなかった。ただ、静かに目を閉じた。
涙は出なかった。もう涙は持っていなかった。しかし胸の奥で何かが動いた。20年間凍りついていた何かが。そして田中は思った。真実は遅れてやってくることがある。しかし来ないよりはずっといい。久美の物語はまだ終わっていなかった。真実は遅れてやってくる。しかしそれは来た。20年が経ってようやく久美が刑務所の門を出たのは2017年のことだった。IMG 刑務所の門を一人で出る中年女性。夕暮れの光、春だった。しかし彼女には春のぬくもりがわからなかった。20年という時間は人から多くのものを奪う。感情を奪い、言葉を奪い、未来を奪う。彼女が外に出た時、街は変わっていた。スマートフォンが人々の手にあふれ、店の看板は知らないものばかりで、顔見知りの誰もいなかった。社会は彼女を待っていなかった。IMG 雑踏の中を一人歩く女性の後ろ姿。小さなアパートの一室を借りた。6畳ほどの部屋に布団と小さなテーブル。それだけで十分すぎるくらいだった。刑務所の独居房よりも広かった。久美は毎朝窓の外を見た。空が見えるだけでそれでよかった。空は20年前と何も変わっていなかった。それが唯一の慰めだった。国から支給された保証金があった。しかし久美はその金を手に取るたびに複雑な気持ちになった。これが20年の値段なのか、母親の葬儀に出られなかったあの日の値段なのか、友人の結婚式を知らずにいたあの年月の値段なのか。 IMG 窓の外を眺める女性。手元に封筒。金では何も取り戻せない。それでも生きていかなければならなかった。久美はパートの仕事を見つけた。工場での軽作業だった。人との会話は少なく、決められた時間に決められた作業をするだけ。刑務所での生活と大差はなかった。それが逆に楽だった。夜になると夢を見た。暗い廊下を歩く夢。鉄格子の音が聞こえる夢。自分がまだ中にいる夢。目が覚めると汗をかいていた。自由な部屋にいるはずなのに息が苦しかった。トラウマというものは壁を越えてついてくる。 IMG 夜中に目を覚ます女性。暗い部屋の中、石田健二の告白を聞いたのはそんな日々の中でのことだった。すべてがようやくつながった。無実だった。最初からずっと彼女が泣かなかったのは驚いたからではない。知っていたからだ。20年間ずっと知っていた。ただ誰も信じてくれなかっただけ。しかし変わったことがある。久美は今かすかに眠れるようになっていた。 IMG 朝の光の中、静かに目を閉じる女性の横顔。完全には眠れない。夢はまだ来る。しかし以前よりも少しだけ短くなっていた。それが回復というものなのかもしれない。少しずつ少しずつ久美の物語はまだ続いていた。久美の戦いはまだ終わっていない。法律は彼女に何も返さなかった。20年という時間も失われた青春も消えた家族との日々も。検察官は死の直前に真実を語った。しかしその言葉は法廷には届かなかった。控訴事項はすでに満了していた。再審の扉は永遠に閉ざされた。これが正義と呼べるだろうか。久美は今も問い続けている。誰かが間違いを犯した。意図的に、計画的に、そしてその人間は罰を受けることなくこの世を去った。残されたのは久美ただ一人だった。しかし久美は沈黙を選ばなかった。彼女は自分の体験を語り始めた。小さな集会で支援者たちの前でマイクを握る手は震えていた。それでも声は止まらなかった。私はここにいます。私は存在していました。あの夜私はそこにいなかった。その言葉は静かに広がっていった。久美の話を聞いた人々の中に何かが生まれた。怒りかもしれない。悲しみかもしれない。あるいは深い問いかもしれない。司法とは何のためにあるのか。証拠とは誰のためにあるのか。正義とは本当に届くものなのか。2026年の今もなお世界のどこかで同じことが起きているかもしれない。誰かが
隠された証拠のせいで、今日も独房の中にいるかもしれない。その人には、声がない。その人には、名前がない。あなたが、この話を覚えていることが、唯一の灯りになる。久美の20年は、戻らない。しかし、次の20年を、誰かから奪わないために、あなたは今、何を感じているだろうか。